JW CAD 機械設備施工要領書共通工事編スリーブ工事から釣りボルトまでスリーブ及び箱の取り付け方法床の箱入れ実管デッキスラブの箱入れの場合スリーブ及び箱の取り付け方法壁の箱入れ一般的な箱入れの場合スリーブ及び箱の取り付け方法壁の箱入れ消火栓実管ダクトの箱入れの場合スリーブ及びインサートの計画手順をフローチャートで整理スリーブ及び箱の取り付け方法デッキプレートを貫通する場合スリーブ及び箱の取り付け方法床の箱入れ一般的な箱入れの場合スリーブ及び床の箱入れ方法床の箱入れ実管ダクトの箱入れの場合スリーブ及び箱の取り付け方法水槽の合水槽を貫通する場合スリーブ及び箱の取り付け方法地下の外壁を貫通する場合スリーブ及び箱の取り付け方法地上の外壁を貫通する場合で保温がない場合スリーブ及び箱の取り付け方法地上外壁を貫通する場合で保温がある場合スリーブ及び箱の取り付け方法防水床を貫通する場合スリーブ及び箱の取り付け方法針貫通スリーブで RC 構造の場合スリーブ及び箱の取り付け方法針貫通スリーブで SRC 構造の場合スリーブ及び箱の種類つば付き交換性スリーブスリーブの使用区分と適用範囲を表にまとめています。関係に対するスリーブの大きさを表にまとめています。
背筋を行った後にスリーブ入れをする場合のフローチャートです。背筋前にスリーブ入れをする場合のフローチャートです。壁スリーブを先行する場合のフローチャートです。鉄筋組が先行で壁スリーブを入れる場合のフローチャートです。鉄筋組が先行で壁スリーブが完了後、肩枠を立て込む場合のフローチャートです。肩枠内で鉄筋を組む場合のスリーブ入れのフローチャートです。針スリーブ入れのフローチャートです。鉄筋が落とし込みの場合、針スリーブ入れのフローチャート。スリーブ取り付け後に片側の肩枠を施工する場合、次はインサート工事です。プラグ、スクリュの取り付け方法や注意事項をまとめています。アンカーボルトの取り付け方法と注意事項をまとめています。インサート、アンカーの間隔、大きさ、色を表にまとめています。後打ち式、尾ネジ型、メカニカルアンカーの取り付け方法と注意事項をまとめています。後打ち式ケミカルアンカーの取り付け方法と注意事項をまとめています。インサートの使用区分と分類をフロー形式で整理しています。釣りボルト用インサートの取り付け方法と注意事項をまとめています。後打ち式メネジ型メカニカルアンカーの取り付け方法と注意事項をまとめています。
次は釣りボルトのページです。交換及び硬質塩化ビニル管の釣りボルトの選定表と注意事項をまとめています。続きは配管工事のページをご覧ください。